出来損ないの死亡フラグである死神ナンバー269と練習プログラムのモブオ。彼女はモブオを修行相手として日々フラグ回収のスキルを磨いていた。そんなモブオに突如発生した謎のバグ。そして前回そのバグが急激に深刻化し、モブオというプログラムはついに崩壊してしまった。何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。あれ、しーちゃん、せいちゃん、どうしたの？そんな暗い顔して。お坊さんが消えてしまった。やっぱりダメだったみたいだね。原因不明のバグが進行した結果、モブオは動作不良を起こして完全に崩壊してしまった。私たち頑張ったんですけど、お坊さんのフラグを全力回避しようといろいろやったんですけど。なるほど、僕が知らないうちにとんでもないことになってたのね。あれ、このままだとまずくない？だって僕の最高のおもちゃがなくなっちゃうわけでしょ。そんなん退屈で耐えられないよ。よくわからないけど神様、モブオくんを復元することはできないの？だってモブオくんは神様が作った練習用プログラムなわけでしょ。だったら直せばいい話じゃないの？それがね、どうもそういうわけにはいかないんだ。確かにモブオは僕が万物創生システムで設計したプログラムだけど、どういうわけか管理者権限でアクセスしてもデータを復元することができなくなっている。それどころかモブオのソースコード自体が消失してしまっていて、どうすることもできないんだ。そうなんだ。神様、難しいのは分かっています。でも何かモブオさんを元通りにする方法はありませんか？わしからも頼む。モブオに情などありはせんが、このままではあまりに気分が悪い。だからなんとかモブオを救う方法を考えてくれ、ウスノロ。君は相変わらずだね、天使ナンバー11。そうだな、一つだけ可能性があるとすれば、彼女に協力してもらうことかな。彼女？ああ、死神ナンバー1。彼女ならモブを復元する方法がわかるかもしれない。どういうことじゃ？なぜあの者がモブを治す方法を知っているんじゃ？実は彼女にはこのトレーニングシステムの設計に携わってもらったんだ。天界で最も優秀な死神ナンバー1ならフラグ回収のコツを一番知っていると思ったからさ。ナンバー269の練習のための世界を作りたいって相談したんだ。そしたら快く引き受けてくれてね。というか彼女が優秀すぎてこのシステムの開発をほとんど一人でやってくれちゃったんだよね。貴様、部下に仕事を丸投げとはクズの極みじゃな。というわけで死神ナンバー1に相談してみよう。きっと彼女なら何か解決策を考えてくれるはずだ。いや、急に呼び出してすまないね、死神ナンバー1。いいえ、何かご用でしょうか、神様。ここで説明しよう。この展開には269の死神と269の天使がいる。神によって作られた彼女たちは生まれた順にナンバーが付けられる。みんながよく知っている本作の主人公フラグちゃんは死神ナンバー269、つまり一番最後に生まれた末っ子の死神である。一方この死神ナンバー1は一番最初に生まれた死神、すなわち始まりの死亡フラグなのである。そして彼女は最も優秀な死神としても有名であり、全てのフラグから一目置かれている。これが最強の死神ナンバー1さん。やはり
すごい迫力じゃな。実は君と一緒に設計した例のトレーニングシステムに問題が起きていてね。具体的にはモブオが謎のバグを起こして壊れてしまったんだ。モブオ？あの仮想世界のメインプログラムのことですね。そうそう、モブオが壊れた原因は僕も可能な限り調べてみたんだけど、どうしても特定ができなくてね。完全にお手上げな状態だから君を呼んだというわけなんだ。そういうことでしたか。わかりました。機関システムのコーディングはほぼ私がやりましたから、バックエンドを調べれば復元する方法も含めて何かわかるかもしれません。いずれにしても私にお任せください、神様。今回も必ずやお役に立ってみせます。ああ、頼もしいよ、死神ナンバー1。よろしくお願いします、ナンバー1さん。なんかこの子、見た目とは裏腹にすごい真面目ちゃんだな。原因がわかりました。このトレーニングシステム、間違いなく悪意のある何者かにハッキングされています。やっぱりそうか。一体誰がそんなことをしたのかはわかりませんが、この仮想世界が完成した時にはすでにもう人為的にバグが注入されていたようです。なるほど。だから最初からモブオには異常が起きていたんだね。ってナンバー1さん、モブオさんを元通りにすることはできますか？私、何としてもモブオさんを元に戻したくて。一つだけ希望はあります。システムのバグを修復することはおそらく不可能ですが、モブオというプログラムだけなら復元できるかもしれません。本当ですか？ただし、簡単な話ではありません。そのためには仮想世界の真相に行ってバラバラになったモブオのソースコードを集めてくる必要があります。ソースコードを集める？はい。重篤なエラーを起こしたモブオというプログラムは内部から崩壊し粉々に砕け散りました。つまりソースコードの断片になってしまった。そしてその断片たちは今仮想世界の奥深くにあるプログラムの墓場に一時的に保管されています。プログラムの墓場？例えるなら一般的なパソコンでいうゴミ箱のようなところです。バラバラになったモブオの断片は墓場で今はまだ処理されずに残っていますが、いずれ完全にデリートされてしまうでしょう。システムにはすでにジャンクとみなされているわけですから、だからその前に回収してくるのです。ソースコードはモブオそのもの。もし断片の一つでも欠けてしまったらもう絶対に復元が不可能。だから時は一刻を争います。実際にプログラムの墓場に赴き全てを回収してきてください。なるほど、そうだね。確かにソースコードさえ集めればどんな形であれモブを復元することは可能だ。まあかなり荒技にはなっちゃうけど、ただあの仮想世界には深刻なバグが起きているからプログラムの墓場へのリンクを貼れるかが不安だけど。ご安心ください。もう作りました。このリンクを使えばプログラムの墓場に直行することができます。さすがだ、君は本当に優秀だね、ナンバー1。いいというわけだ、君たち。このリンクを使って一刻も早くモブオの断片を集めてくるんだ。ただし絶対に全てのソースコードを回収してくるんだよ。さっき彼女が言った通り、一つでも欠けてしまったらモブオの復元は不可能になる。失敗は許されない。私、全力で頑張ります。わしも一肌脱ぐとしよう。僕も行くよ。このままおもちゃが壊れたままなんて嫌だし。で、モブオくんはどれくらいの数の断片に分かれちゃったの？だって集めるソースコードの総数を知っておかないと全部集められたか判断できないじゃん。確かに。調べたところ、現在モブオは6つの断片に分かれているのです。6つのモブオさん？うん、3人で向かうなら1人2つの断片を集めてくればいいわけじゃな。意外と楽ちんそうだね。じゃあ行ってきます。必ず6つのモブオさんを回収してきます。ああ、気をつけてね、みんな。
いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ、ごめんって。